今日はね、税金です。結構いい話になるかなと思います。もしかしたらあなたの税金が戻ってくる、税金、タックスね、戻ってくるかもしれない話になるので、なるべく分かりやすく話しますけど、ちょっと税金の話なので結構内容が難しいんですよね。あなたが働いた時にこのペーパーもらえますよね。ペイチェックね、給与明細もらうと思います。で、それから家賃とか電気ガス水道、そして税金、そしてインシュランスねで税金なんですけど、税金は2つあります。1つ目はこれは絶対払うんですけど、源泉所得税と言います。源泉所得税、これも普通のタックスですね。あなたの給料、それのタックスです。源泉所得税、これが一つ。そして一番難しいのがこの住民税です。これ自分で計算はしないですね。源泉所得税と住民税は自分で計算しないです。会社がやります、ね、会社がやるのでほとんど気にしていない人が多いんですけども、これがね、実は戻ってくる時があるんです、ね、そのお話をちょっとします。で、この2つなんですけど、先にねちょっと一番の、所得税から話しますね。働いてるお金に違うんですけど、大体多分これはまあ毎月ね、パーマンス大体多分ね6000円ぐらい払ってると思うんですね。6000円毎月ね取られていますね。給料明細でペイチェック見ると、だから1年間で大体7万円ぐらいはね、このインカムタックスで SSW の人は払っていますね、源泉所得税と。これはもう、ファーストイヤー、セカンドイヤー、スリーイヤー、フォースイヤー、セブンイヤー、もう何年日本にいても同じですね。大体ほとんどの SSW の人は、まあ20万円ぐらいでしょうね。20万から25万円ぐらいで、インカムタックスが毎月6000円で1年間で7万円と、これが所得税ですね。なんですけど、例えばミャンマーと、フィリピンはないんですけど、もしかしたらカンボジアも確かあったような気がするんですけどね、もしあなたがSSW でね、日本からお金をもらって日本に税金を払っていると、ね、払っているのに自分の国、例えばミャンマーとか、カンボジアとか自分の国にもインカムタックスを払う人がいるんですよ。これね、日本人の場合は違うんですけど、例えばアメリカの人、ね、アメリカの人はどこで仕事していてもアメリカに税金払うんですね。なんかうまいですよね、アメリカってね、そう考えると。でも日本人の場合は、私が韓国で働いていても別に日本にはインカムタックス払わないんですね、まあ基本はこれが普通なのかもしれないですけど、例えばミャンマーも同じですよね。ミャンマーも SSW の人が日本で働いていてもミャンマーにインカムタックス払いますよね。それってダブルで払いますよね。ミャンマーにも払って日本にも払ってインカムタックスで、それは良くないなっ
良くないですよね。良くないですよね。なんで私日本で働いているのにミャンマーにもインカムタックスね、所得税払わないといけないの、こう思いますよね。でそこで、日本とミャンマーとか、日本とねほとんどの国は、約束があります。それをね租税条約というんですね。所得税を、例えば自分の国、まあミャンマーなんですけどね、例えばミャンマー、あなたは日本で働いているのにミャンマーにも所得税を払う、これ結構あるんですね。これをしない、いやミャンマーで払うから、日本の税金所得税は、バックしますよ、リファンドしますよっていうのが租税条約っていう約束なんです。これ調べてみてください。もしあなたが自分の国と日本両方ねインカムタックスを払っている場合、日本のインカムタックスは言えば戻ってきます、全部。はい、そういう約束なんですね。ジャパニーズガバメントとミャンマーガバメントの約束があるんです。ただ気をつけてほしいのは、これ結構めんどくさいんですけど、これはね国税庁というね、日本の国税庁という場所があります。そうナショナルタックスエージェンシーがマネージしてます、所得税ね、インカムタックスなので、これ国税庁です。国税庁の国税庁って Google サーチするとイングリッシュは出てきます。イングリッシュとチャイナとコリアンかな、多分ミャンマー語では出てこないんですけど、国税庁租税条約で調べると、出てきます。これ払ったものが戻ってきます。そういう約束なので絶対戻ってきます。でこれ所得税はだいたい日本でね、皆さん多分年間で7万円ペイチェック、給料明細、会社から取られていると思うので、これ言えば戻ってきます。